皆さんこんにちは。聖横県の苔見沢です。いつも動画をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今日はですね、チャンネル登録が、1000人を超えまして、この感謝の気持ちをですね、お伝えするためにこの動画を撮影しております。はい、いつも本当にご登録いただいている皆様、そして、ご覧いただいている皆様、誠にありがとうございます。はい、1000人超えまして、本当に嬉しいなという率直な感想があります。YouTube のコンテンツを作り込んでいき始めたのが、おそらくまだ1年経ってないぐらいだと思うんですけれども、1000人というですね、ご登録者数の数というのが、一応ですね、私の中でも一つの目標でもありまして、その1000人達成させていただきました。本当に皆様のおかげです。ありがとうございます。はい、それでですね、最近ちょっと動画のスタイルを変えてきたりとかして、Vlog のような形で普段の作業風景をですね、撮影しながら、で、語りながら、で、苔のことをお伝えしながらというような、そういった動画をですね、最近よく撮影するようにしています。そういった感じで、苔の魅力ですとか、苔を近くに置いている、生活、そういったですね、苔をめでる生活というのをですね、そういったライフスタイルを、今後も皆様に動画を通じてお伝えしていけたらなというのが、私の一つの思いがありまして、それは今後もそのような形で続けていければなというふうに思っております。見ていただくとわかるんですけれども、エンディング、動画のエンディングでも使わせていただいております、この画角ですね。はい。なんですけれども、こういった形で、私の自宅なんですけれども、この苔庭がですね、広がっていたりとか、で、していまして、私は毎日、この苔の庭を眺めながらですね、生活をしています。で、とても綺麗で、苔というのは本当に、人々の生活を豊かにする、そういった魅力があるなっていうのをですね、日々の生活を通じて実感しております。で、私自身も苔のことが大好きで、令和2年ですね、から本格的に苔栽培というものを始めました。で、苔についてはですね、私自身も勉強不足なところがたくさんあるので、今後もですね、皆様と一緒に苔のことを学びながらですね、それで、苔のある生活、ライフスタイルというのをですね、皆様にどんどんこの YouTube を通じてお伝えしながらですね、苔の魅力について、皆様に知っていただければなというふうに思って、YouTube を続けています。そうですね。で、そういった仕事として苔栽培をするというその仕事としてのその動画だったりとか、で苔栽培の技術ですね。そういったものもお伝えもしていければいいなと思うんですけれども、で今までですね、動画で撮影していた苔テラリウムの作り方とか、かっちりとしたその動画の作り込みというかですね、動画作品としてのその動画みたいな、そういう動画もですね、今後ももちろん作ってはいくんですけれども、そういうのも合わせて、で、いろんなスタイルで動画を作りながら、苔の魅力というのをですね、皆様にちょっとずつお伝えしていければなと思います。苔テラリウムというのももちろん一つですし、こうやって苔に触れる生活を皆様にお伝えすることで伝わっていく苔の魅力というものがあります。はい。それでですね、私、聖横苔園の一つのコンセプトがありまして、それがですね、里の山をめでるというですね、そういうコンセプトがあります。それはですね、私の住んでいるこの町がですね、普段の普段の景色がですね、山あいにある畑でも一つとっても、皆さんすごく綺麗に手入れされていたりとかですね、そういった日本の風景ですね、普段の生活の中で、こういう景色、綺麗だなと思うような景色、そういった景色を、普段からですね、大切にして、それを愛していくっていう、そういう生活スタイルが、私が今、非常にしみじみと良さを、そういった生活の良さをですね、しみじみ感じるようになってきたということもあって、で、
日本の里山のそういった風景ですとか、里山の美しさですね、そういったものもめでる生活というのを皆様にお届けしたいなという思いがあって、西洋古研というものを今やらせていただいています。で、その根底にあるのがですね、やはり苔の植物ということで、苔のあるライフスタイルですね、苔をめでるライフスタイルというのを提案する。そういうですね、コンセプトが西洋古研の大前提のコンセプトとしてありまして、それを苔テラリウムだったり、苔栽培だったりですね、苔の生態のことについてのお話だったりとか、そういったものを含めて YouTube のこのチャンネルで皆様にお伝えしていこうというふうに思っております。で、私自身もまだ苔農家としては駆け出しで、全然まだ皆様にですね、偉そうにお伝えするような、そういった規模でもないので、そういったところもですね、今後、西洋古研苔見沢がですね、苔農家としてもどういうふうに成長していくのかみたいなですね、そういうのもコンテンツになればいいかなというふうにも思っています。はい、それでですね、もちろんオンラインストアで苔の販売ですとか、苔テラリウムの制作キットの販売ですとか、そういったものも続けてはいきますけれども、でその上でですね、こういった今後ゆくゆくはですね、この苔庭のお手入れのコンテンツだったりとか、でそういった苔庭の、施工の、例えばもう実際にそのお仕事としてお受けして施工のお手伝いをするとかですね、そういうものも今後将来ですね、近いうちにどんどん実現していけるように、私も苔農家として今後も頑張っていきます。そういった様子も含めて皆様にですね、楽しんでいただきたいなというふうに思っておりますので、どうか苔好きの皆さんですね、今後もチャンネル応援していただけると大変嬉しく思います。よろしくお願いいたします。はい、こんな感じです。で、1000人超えたところで、YouTube のですね、コミュニティ機能という、メンバーシップですかね。メンバーシップとかも使えるようになったようなので、まだ機能がですね、有効になってないんですけれども、で、例えばメンバーシップの今後の活用の仕方とかも、まだいろいろ検討しています。苔栽培のこと、専門的な苔栽培のお話になると、ちょっとメンバーシップの方に限定でお伝えしたりとかですね。例えばですけれども。はい。で、その表に出すコンテンツとメンバーシップだけのコンテンツで分けたりとか、っていうのもちょっと考えていたりもします。それちょっと実現するかどうかわかりませんけれども。はい。こんな風にも考えてます。で、私のちょっと自己紹介を簡単にすると、私は今44歳です。で、もともとですね、インターネットのマーケティングのお仕事をずっとしていました。で、まさにですね、この YouTube のチャンネルをどうやって伸ばすかとかですね、そういったサポート、コンサルティングですとか、そういうものをしておりましたし、で、ホームページを作って、このホームページからのこの会社の企業の売り上げを伸ばしていくというようなですね、そういうアドバイス、コンサルティングなどもしておりました。で、ウェブ制作ですとか、そういったものもしていたんですけれども、40過ぎてぐらいからですかね、お客様のお手伝いのお仕事としてもすごくやりがいがあったんですけれども、私自身が何か自分で仕事を持って、それを自分の今までの経験をそこにつぎ込みたいなというふうに、そういうふうな思いがですね、芽生えてきたのが40過ぎてぐらいからですかね。で、その中で、何かやりたいなと思うことをいろいろ探していたんですけれども、もともと農業とかですね、第一次産業、そういった分野にすごく興味があったというのもありまして、たまたまですね、苔の魅力に気づいたのが、2年前、3年前ぐらいですかね。はい。こちらの愛媛県西予市野村町というところなんですけれども、ここに私戻ってですね、日々こちらで生活していく中で、その日本の原風景ですとか、その農村地帯の原風景ですね、綺麗な景色ですとか、そういったものをですね、綺麗だなと感じるようになりながらも、この綺麗だなと思う、その根底にはですね、こういった苔の植物がいっぱいあるんだなというふうに気づいたんですね。それで、苔を、生活に取り入れて観葉植物のように、まず鑑賞として楽しんでいくっていうの、そういった価値があるんだなというふうに気づきました。それでですね、その後、実際に苔栽培にも興味を持ち始めまして、それで、苔の栽培をやってみようというふうに思い立ったのが、2年半前ぐらいですかね。はい。で、今現在に至るということで、私はですね、今も苔栽培
もですね、やりながらインターネットのお仕事もしてますし、で、他にもですね、農業のお仕事をしたりとか、しながらですね、生活をしております。ゆくゆくはですね、本当に苔のお仕事だけで生活できるようになればいいんですけれども、そうなるようにですね、日々頑張って、皆様のですね、この信頼を一つ一つ積み重ねながら、皆様に喜んでいただきながら、そういった、苔農家としての、生活というのも確立していければなというふうに思っております。はい。一番、強く思ったことがあって、何か自分が今後40から、例えば80、90まで仕事をするというふうに考えたときに、何かこの世の中に形として残せるものが何かあったらいいなと思ったのが、日本の原風景ということだったんですね。で、私の、まだ幼少期の頃、まだおじいちゃんおばあちゃん元気だった頃に、山があるんですけれども、うちの山にですね、何回か連れて行ってもらったりしたことがあったんですけれども、その景色がすごく綺麗だった覚えがあったんですね。で、今もうおじいちゃんおばあちゃんも亡くなって、で、誰も管理していない状態がずっと何十年も続いていたんですけれども、でたまたま私がこっちに戻ってきて、その山に行ってみたらですね、もう荒れ放題に荒れまくっていて、手入れも全然されていないので、当然ですよね。で、そういったことで、あれだけ美しかった景色っていうのが失われていくっていうのが、すごく悲しいことだなというふうにもちょっと思ったと、寂しかったっていう感じですかね。で、これはまたそういった綺麗な景色を私も復活させなきゃいけないんじゃないかなというふうに、復活させたいなというふうに感じました。それでですね、山の山野草とかの採取を禁じる条例とかって各自治体にあると思うんですけれども、その中の一文にですね、そういった日本の美しい景色とか、山野草の、綺麗な山野草などの、が存在している場所というのは、それは、日本国民の財産なんだというふうな考えがあるということを知ったんですね。もちろんその土地の権利者というのは、その権利者の方のものなので、山自体はですね、誰かの持ち物ではあるんですけれども、その山々の美しい景色だ、山野草などの美しいその姿っていうのは、それをめでるっていうことですね。それは日本国民、みんなの財産なんですよ。だからその財産を、大切に、将来にわたっても、その財産を将来にも保てるように守っていく必要があるんですよというですね、そういう根底に考えがあります。でそういった山野草とかですね、自然を守る条例とか、法律的な問題もあるんですけれども、私はその考えに非常に共感を持ちまして、その考えもありまして、で、苔の栽培を通じて山ですね、山鳥のそういった苔を取ってくるとですね、そういった方を一人でも減らしたい。そして苔を楽しむ人たちに安心安全な苔を提供することによってそれが防げるんじゃないかなというですね、そういう思いもちょっとあります。はい。こんな感じでちょっといろいろ偉そうにですね、語ってしまいましたけれども、私がまだできることっていうのは本当に少ない。まだちょっとのことしかできません。ですけれども、またちょっとずつですね、皆様にも支えていただきながら、いろいろ頑張っていきたいと思いますので、今後もよろしくお願いします。はい。それでですね、今、1000人のご挨拶になるんですけれども、おそらく次のご挨拶動画は、5000人かな ?5000 人の時に、また改めて、いろいろとそういった私の自己紹介も含めて、その時の心境などもですね、また変わってるかもしれないですし、また改めて5000人の時にですね、こういったご挨拶動画というのを撮ろうと思います。はい。まずは1000人ですね。本当に1000人って言ったら、本当にすごいことですよね。何万人、何十万人というご登録の方もいらっしゃいますけれども、私にとって100人でもですね、1000人も本当に、すごいことだなと思ってます。次の5000人がですね、いつになるかちょっとわからないんですけれども、またその時には、改めてですね、ご挨拶させていただければと思いますので、今後とも、聖子経営の YouTube チャンネルですね、
楽しんでいただければと思います。はい。今後も皆さん、楽しんでいただけるような動画を作ってまいりたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。